今朝あなたは何時に起きましたか？そして起きてからどんな風に朝の時間を過ごしたでしょうか？朝ってどうしても体が重くて起き上がるだけでも一苦労なんて日もありますよね。本当にそうですよね。でももし毎朝5時に起きて週に何回も8キロの運動をしている人がいるとしたら、しかもそれを今95歳で現役でやっているとしたらどう思いますか？95歳ですか。私たちが持っているいわゆる高齢者のイメージからするとちょっと信じられないというか、フィクションみたいに聞こえてしまうかもしれないですね。いや本当にそうですよね。でもこれは作り話じゃないんです。今回の徹底分析のテーマはまさにその常識を根底から覆す女性なんですよ。2026年現在95歳にして日本最高齢の現役フィットネスインストラクターである竹美香こと滝島美香さんです。滝美香さん、数年前にメディアで大きく取り上げられていたので、リスナーの皆さんもお顔を思い浮かべている方が多いんじゃないでしょうか。今日はですね、彼女の残した言葉とかインタビュー、そして現在のリアルな活動記録の束を一緒に徹底的に深掘りしていきたいと思っています。私たちが今回目指すのはアンチエイジングなんていう言葉を過去のものにしてしまう彼女のパワーエイジングという生きたての秘密を解き明かすことなんです。なるほど。それはすごくワクワクするテーマですね。彼女がどうやってその超人的とも言える生活に至ったのか、そこにはきっと私たちの年齢に対する固定観念を壊すヒントがたくさんあるはずです。はい、よし、早速紐解いていきましょう。まずはですね、少し時計の針を戻したいんですが、滝美香さんって90歳で大手芸能事務所に所属して大活躍されていたんですけど、実は2021年の秋頃から2024年にかけて表の場からパッタリと姿を消してしまった時期があったんですよ。テレビ出演もなくなって SNS の更新も止まっていたあの空白の3年間ですね。そうなんです。その時ネット上とか視聴者の間ではどんな噂が流れたと思いますか？やっぱり90代というご年齢を考えると体調を崩されたんじゃないかとか、ひょっとして入院されているのではといった心配の声が多かったんじゃないでしょうか。まさにその通りで、さすがにもう引退したんだろうってみんな勝手に想像していたんですよね。でも2024年の11月に東京の蒲田温泉の SNS に突然彼女の写真が投稿されたんです。それが見事な答え合わせになりまして。答え合わせというと、温泉でゆっくり静養されていたということですか？それが違うんですよ。なんとビールジョッキを両手に持って満面の笑みを浮かねていたんです。ビールジョッキですか。それは元気そうですね。いや本当に爽快ですよね。しかもその表の場から消えていた3年間ずっと家で寝ていたわけではなくて、プライベートの時間を優先して海外旅行なんかを思いっきり満喫されていたそうなんです。帰国後の言葉がたくさん食べてたくさん飲んでだったっていう。なるほど。つまり体調不良でも何でもなく、単に自分の人生を全力で楽しむための充電期間だったわけですね。これすごく面白い現象だと思いますよ。と言いますと、世間の私たちがいかに超高齢者ってこういうものだっていうバイアスを持っているかがよくわかりますよね。メディアに出なくなったらイコール病気に違いないとか、家でおとなしくしているべきだとか。確かに勝手に私たちが枠にはめていただけなんですよね。でも彼女は社会が押し付ける保護されるべきおばあちゃんみたいなイメージを軽々と飛び越えて、純粋に自分のための時間を楽しんでいた。この自立した精神こそが今95歳で現役インストラクターとして活動できている土台になってるんだと思います。誰かの期待に応えるんじゃなくて自分のために生きる、かっこいいですよね。でも95歳で海外旅行に行ってビールを美味しく飲んで現役で人に運動を教えるエネルギーって一体どこから湧いてくるんでしょうか？ここすごく気になります。気になりますよね。その秘密を探るために彼女の現在のリアルな一日のルーティンを少し分析してみましょうか。はい、ぜひお願いします。一体どんな生活なんですか？まず朝ですが、毎朝5時に起床されます。5時ですか？早いですね。早起きですよね。そして起きたらすぐに室内で10分間のストレッチを行うんです。体をゆっくり目覚めさせるんですね。10分のストレッチ、これなら今聞いているあなたも明日から真似できそうですよね。そうですね。そして朝食なんですが、
これがまた理想的な和食中心のメニューなんです。ご飯にお味噌汁、焼き魚、それに納豆。美味しそう。納豆やお味噌汁ってことは発酵食品がたっぷりですね。まさにそこがポイントです。発酵食品は腸内環境を整えるのに非常に役立ちます。腸は免疫力や自律神経にも深く関わっていると言われていますから、この朝食が彼女の元気の源の一つになっていることは間違いないでしょこれが体にいいってなんとなくわかる気がしますよね。日本人にはやっぱり和食が合っているんでしょうね。朝食の後はどう過ごされるんですか？午前中はインストラクターとしてのレッスンの準備をしたり、近所を散歩したりして過ごされるそうです。そしてここからが驚きなんですが、週に3回から4回近所を8キロ走るんですよ。ちょっと待ってください。8キロですか？95歳で。8キロです。ただしペースはすごくゆっくりで、45分から50分くらいかけてご自分のペースで走るそうです。なるほど。全力疾走ではなくて無理のないペースで続けるのが大事なんですね。でも週に3、4回も8キロって普通の人でもなかなかできないですよ。本当にそうですよね。そして夕食なんですが、夜の20時前には食べ終えるようにしているそうです。胃腸を休める時間を作っているんですね。その通りです。そして就寝は夜の22時から23時の間。つまり毎日7時間以上の睡眠をしっかり確保しているんですよね。睡眠時間もしっかりとっているんですね。体を動かしてちゃんと食べてしっかり眠る。一見シンプルに見えますけど、これを毎日毎週続ける一貫性が本当にすごいと思います。この揺るぎない一貫性こそが彼女の体を支えている最大の柱なんでしょうね。いやー、圧倒されますね。でもこの圧倒的な生活習慣を支えている彼女の考え方そのものもすごく魅力的なんです。ここで彼女の人生哲学が詰まった4つの名言を引用させてください。一言一言そのままお伝えしますね。はい、お願いします。滝島さんはこんな言葉を残しています。1つ目、年はとっても老いるな。深いですね。2つ目、私が一番変わったのは65歳の時。始めるのに遅すぎることはない。65歳からというのがまた勇気をくれますよね。そうなんです。そして3つ目、筋肉は何歳からでも鍛えられる。大切なのは続けること、楽しむこと。なるほど。これについては少し専門的な視点から補足してもいいですか？はい、ぜひ。実は筋肉の再生能力というのは90代でも確認されているんです。私たちの社会ではもう年だから筋肉はつかないと思われがちですが、適切な負荷をかければ細胞はちゃんと応えてくれるんですね。彼女の言う通り、科学的にも何歳からでも鍛えられるというのは事実なんです。へー、90代でも筋肉って再生するんですね。それは本当に希望の持てる話です。そして最後の4つ目の名言です。動かない体が老いる。動き続ける体は老いるのが遅い。全てが本質をついていますね。特に最初の年はとっても老いるなという言葉。これは私たちがよく耳にするアンチエイジングとは全く違う考え方だと思いませんか？そうですね。アンチエイジングってなんだか若さを失うことに怯えて必死に時間を止めようとするイメージがありますけど、シワをなくすとか実年齢より若く見せるとか、そういう表面的な対処になりがちですよね。でも彼女が提唱しているのはパワーエイジングです。カレンダーの年月が進む加齢は受け入れつつ、肉体や精神が衰える老化は自分の行動で防いでいく。年齢という数字を敵に回すのではなく、味方につけてより力強くなっていくという哲学なんですよ。パワーエイジング、いい言葉ですよね。年齢に抗うのではなくて力に変えていく。だからこそあの力強い笑顔が生まれるんだなって納得しました。それに私が一番驚いたのは、彼女が運動を始めたのが65歳だっていう事実なんですよ。65歳まで運動経験が全くなかったというお話でしたよね。そうなんです。きっかけはご家族からの太ったねという何気ない一言だったそうです。それまで全く運動に縁がなかったのに、そこから始めて95歳の今、日本最高齢のインストラクターになっている。これ今スマートフォンで聞いているあなたも、もし自分にはもう遅いって思っていることがあったら、ちょっと考え直したくなりませんか？本当にそうですね。定年を迎える60代くらいになると、どうしてもこれから新しいことを始めるなんて無理だというメンタルブロックがかかってしまいますから。でも彼女の存在自体が始めるのに遅すぎることは絶対にない
という生きた証明ですよね。その通りです。さて、ここでもう一つリスナーの皆さんが気になっているであろうポイントについてお話ししたいんですが、はい、何でしょう。彼女の食やお酒に対するスタンスです。これだけ完璧な運動ルーティンをこなしていると、さぞかしストイックな食事制限をしているんだろうと想像してしまいませんか？わかります。甘いものは一切食べないとか、お酒は一滴も飲まないとか。ところがタキミカさんの考え方は少し違うんです。実は週に 1,2 回は晩酌を楽しまれているんですよ。ビールや日本酒を少量美味しく味わっているそうです。お酒も飲まれるんですか？なんだか親近感が湧きますね。彼女はお酒は楽しみながら少量という考え方を持っています。そして完璧な食事より楽しい食事という哲学を大切にしているんです。完璧より楽しい食事ですか？そうです。健康のためにと我慢ばかりしてストレスをためるよりも、食べたいものを美味しく食べて、その分しっかり動いて消費する。このポジティブなサイクルが心の健康にもつながっているんでしょうね。なるほどな。制限するんじゃなくて楽しんで動く。すごく健康的で人間らしい生き方ですよね。そしてもう一つ重要なのが、薬や病輪への依存をできる限り避けているという姿勢です。もちろん必要な時は医療を頼るべきですが、彼女は日々の運動と食事、そして質の高い睡眠で自分の体を自分で管理しているんです。日常の積み重ねが結果的に病院通いを減らすことにつながっているというわけですね。そうですね。95歳というご年齢で医療に過度に依存せず、自分の足で歩き、自分の歯で食べ、お酒も楽しむ。これこそが日々の習慣とストレスフリーな心がもたらした結果だと言えます。いやー、本当に素晴らしいです。私たちどこかで年を取ったら病院通いが当たり前とか、薬を飲むのは仕方ないって諦めかけている部分がありますじゃないですか。どうしてもそういう社会的な刷り込みがありますよね。でもタキミカさんを見ていると、それは管理された窮屈な負い根はなくて、心から楽しんで生きることの延長線上に元気な体があるんだなってハッとされられます。まさにその通りですね。彼女が体現しているのは年齢という枠組みからの解放です。自分の人生の主導権を決して手放していないんですよね。主導権を手放さない。本当にその通りだと思います。さて、ここまで65歳でゼロから運動を始め、90代で海外旅行を満喫し、95歳の今も現役インストラクターとして週に何回も8キロ走っている女性の軌跡を深掘りしてきました。驚きの連続でしたが、同時にとても論理的で誰にでも応用できるヒントがたくさんありましたね。今日この話を聞いているあなたは、きっとタキミカさんが運動を始めた65歳より若いか、あるいはすでに何かしら運動をしているというアドバンテージを持っているかもしれません。もし今無意識に自分にはもう遅いとブレーキをかけているなら、それは単なる思い込みだと彼女が教えてくれています。本当に65歳まで運動ゼロだった方が、そこから始めて95歳でこんなに輝いているんですから、今日ほんの少しの行動を起こせば、10年後、20年後、そして30年後の自分が劇的に変わるかもしれないんですよね。今日がこれからの人生で一番若い日ですからね。はい、まさにその通りです。というわけで、最後にあなたに一つだけ質問させてください。あなたは今日何か体を動かしましたか？もしよければこの後少しだけストレッチからでも始めてみませんか？最初の一歩が未来のあなたを作りますよ。今回の徹底分析はここまでです。また次回新しい視点でお会いしましょう。